はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2月前半のタロットリーディングをさせていただきます。それでは早速いきますね。お願いします。2月って星が結構動きますので、2月のエネルギー解説の2月のエネルギー解説として別動画にまとめたものがありますので、よかったらそちらご覧になってください。そしてまたこの動画に戻ってきていただけると嬉しいです。いきますね。はい。じゃあ一緒に見てみましょう。2月前半です。ジャッジメント、ソードの3、ワンドの6逆、ペンタクルスエース逆、そしてソードの6逆、ペンタクルスの2、ペンタクルスのクイーン逆、気をつけることや対策がマジシャンと、ワンドのページとオラクルは運命の輪です。そんな感じする。本当に。カニ座さんはやっぱりこの2月からのね、変化っていうのは結構重要な、タイミングだと思います。その12星座共通のね、方でも解説しましたけれども、やっぱり2月の大きな特徴としては、土星がお羊座に入るということで、1月の27日から入っている海王星もお羊座ということで、蟹座さんにとってはこの2つのエネルギーが特に社会とか仕事っていうところに影響するんですね。なので、土星が社会とか仕事のところに入ってくるっていうのは、とてもいいエネルギーで、役職がつくとか、昇格するとか、責任が増すとか、何か自分が本当にやりたいことに対して真面目に努力していくよっていうことですごくいいエネルギーなんですけれども、同時に海王星という夢や希望っていう、エネルギーもあれば、溶解していくとか、溶けていくとか、中には犠牲になっていくとか、境界線がなくなっていくみたいなエネルギーも同時にあるので、本当に理想のものを形にしていく、自分がやりたかったことを仕事にしていくっていうこともできますし、またはやりたくなかった仕事だったら余計な責任が余計増しちゃって、それに対して自分は犠牲になるみたいなこともあるので、どのようにこのエネルギーを使うかってとっても大事なんですね。で、ただこれって2月の後半の方がより色濃くなってきますので、前半っていうのはまだそこまでじゃないかもしれません。でも早い人はもうこういうのを前もって感じたりするので、なんか来たなみたいなことを感じてらっしゃる患者さんもいらっしゃるかもしれません。で、特にこれが2月の19日以降は太陽が魚座に入ってくるということで、表に見えてくるんですね。水面下で流れてた話がだんだん表に出てくるって感じがあるんです。後半でまた見ますけど、実際日食があるのは2月17日、17日ですけども、その前から人って結構感じるものなので、特にこの2月の前半っていうのは蟹座さんにとってまだ水面下なんだけど、なんか匂うよねとか、なんか来るよねみたいな、そういった気配を感じてる方も多いと思いますし、ここで気をつけてもらいたいのは、結構ね、人目が気になったりとか、それは人によるかもしれませんけどね、何が来るんだろう、どういう評価をされるんだろう、自分は、みたいに、思いやすい、勘ぐりやすいとか、そういうのもあったりするので、決して自分を責めないようにしてください。きっと怒ってるのかなとか、嫌われてるのかなとか、そういうことはもう全然気にしないでください。逆に言うと、そういう表面的な好き嫌いとかっていう、誰か個人の感情でラベルを貼れるものではなく、今、患者さんにとっては、本当に必要な流れに乗れるようなサポートがふんだんに来ている時なのでね。ただ、サポートってやっぱ目に見えないものだし、どういう流れの中にいるかって分かりにくいものなので、なんか来てる気がするけど、なんだろうって言ってるような状況だと思います。でもやっぱりカードで見ても、扉が開かれますね、みたいな感じで言われてるし、新しく行くんですねっていうのもあるので、いや、別に何もないですけどねっていう方も多いと思うんですけど、前半はそういう感じ。何もないかもしれないけど、空気感がちょっとずつ変わりつつある。後半の方がより濃く、そういう流れが出てくるかなと思います。で、カードで見たときに、入り口がね、このジャッジメントなので、何か自分が願っていたことが本当に叶いそうだなとか、
何かが生まれそうだな、ずーっと思っていたこと、これまで長く。そのことが本当に現実化してくるために変化が起こってくるんだなっていうことを感じてらっしゃるのかなと思いました。なんかみんないろんなことを願うけど、でも願ったところで本当にそれが現実になったら調整しなくてはいけない現実っていうのもあるわけで、なんかそれを動かすのがめんどくさいし、なんかどうかなって言いながら夢だけは見るみたいなことって多いと思うんですけど、なんかそれをちゃんと分かってますみたいな感じがしましたね。そして、今やっぱりここでペンタクスのエースというカードが出てきているので、確かなものをご自身が掴み始めているっていう感じです、これは。ここまでの流れって、もちろん木星がね、もう去年の6月から、蟹座に入っているので、蟹座さんにとっては、すごく大きな1年なんですけどね、去年の後半から今年の前半にかけては。でも、個人的な意見として言うと、あれ別にそんなにいいことないですけどって言いたくなるような感じかもしれませんし、実際この2月の前半で見ても、何か物事が劇的にスムーズに進んでいくかっていうとそうでもないみたいな感じがあり、で、やっぱり自分でなんかいろいろ調整しなきゃいけないなっていう感じがあるんです。でもそうやってやっていってること自体が、実は着実な一歩を、あの、こなしていることであり、自分が気づいたら新しいレールに乗っている、新しい気づきがある自分になっているみたいな、そんな感じがしました。どうですかね、これね。特にね、2月の2日が満月なんですけど、この満月の時っていうのは結構情熱をかき立てられるみたいな感じもあるので、本当に自分がどうしたいのかっていうのがちょっと出てくるのかもしれませんね、この時に。ここで出てるように。これを大事にしていきたいんだ。やっぱりこうしてみたいな、みたいなことがあるんじゃないでしょうか。すぐにそれが動かせなくても、チャンスは来るし、いきなり何かをやめてこれっていうよりも、2つのことを同時にこなしながら、うまく併用してやっていくって感じがするんです。併用して。そしてそれが一本立ちするまでには少し時間がかかるかもしれないなっていう感じですね。でも大事に育てていってるっていう感じでしょうか。ちょっとお仕事のこと見てみますね。ね、なんかまさに生き方変えるんですかみたいな感じですもんね、星で見ると。それが2025、2026、2027と3年ぐらいかけて変わっていくんですけど、特に2026年が本番ということなんです。その本番がこの2026年の2月後半から始まるということなんです。なのでまだ全然そんなに感じない方もいらっしゃるかもしれないけど、きっと何かを感じてるんじゃないかな。この生き方でいいのかな。もっと違う生き方あるのかなとか、そういうことを感じたりとか。でも新しい生き方や新しい環境を作るって結構怖いことだったりするから、それに対して自分が覚悟できるのかなみたいな感じでしょうか。どうでしょうか皆さん。もし、いや、こういうふうに覚悟してますみたいなのがあったら、ぜひコメントでお寄せいただければ嬉しいんですけれども。ちょっと見てみますね。お仕事で見たときにジャスティス、ワンドの9、お月さんということで、もちろん仕事ってね、すべてがうまくいってるというよりは、多少は頭を悩ませることもあったりしますよね。なので少し、どうしたもんかなみたいなこともあるし、それを解消するにはもうちょっと時間が必要だなみたいなこともあるんですが、でもやっぱりジャスティスとお月さんという大アルカナが2枚出てるってことはやっぱり結構仕事運強いんですよね。そしてうまくそれらをこなしていく、運がある。蟹座さんが何かをちゃんとバランス取ってますっていう感じです。自分と環境なのか、仕事の中のこれとこれの仕事をちゃんと調整しているのか分かりませんが、ちゃんとバランス取ってます。そしてタイミングも見てるし、ちゃんと状況も感じてますって感じがしますね。なので仕事運としては強いんですけど、状況を維持するというところにエネルギーが注がれていて、何かを生み出すとか、なんか成果を出すとか収益を上げるっていうよりも、状況をなんかまとめているみたいな感じで出てますね、これは。はい、ちょっと人間関係見てみますね。人間関係。
はカップのクイーン、ジャッジメント、また出ましたね。ワンド8ということで、人間関係とてもいいです。もしどなたかとまた関わりたいと思う人がいるとかであれば、全然関われますね。むしろすごく仲良くしてる感じがします。2月の4日以降ね、水星が魚座に入ったり、2月の10日以降、金星が魚座に入ることによって、その遠い人とのやり取りとかね、なんか精神的なつながりができる流れがあるので、それはとてもいいですよね。なんか人間関係っていうので見たら、金田さんが関わりたかった人と関われるっていう風に出てるんですね。遠くにいようが関係ありませんみたいな。急激にギューンとギューンってこうなんか近づいてる感じがあったり、なんか勢いよく繋がってる感じもあるので、もしご自身の中でこう柔らかい気持ち、こう誰かに優しくしてあげたいなとか、誰かと関わりたいなという気持ちがあれば、全然それはできるっていう感じです。無理じゃないっていう感じ。今できますよっていう感じがしました。繋がれるっていう感じです。はい。最後にもう一枚オラクルカードを引いてみますが、もしここまでの内容良かったよとか分かりましたという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。では行きますね。金田さん、2月前半はい。どうですか？このカードが出ました。皆さんも直感使ってメッセージ受け取ってみてくださいね。パーソナルガイドですって。何かやはり本当に自分が進んでいくための家族の応援なのか、家族のように親しい身内親しい人たちの応援なのか、そういう存在が個人的に応援してくれてますよっていうメッセージが来てますね。はい、ぜひなんか扉は開かれているって感じがするので、ぜひ自分にとっての豊かな生活や環境を思い浮かべてお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。